もし憧れの人と働けるとしたら、あなたはどこまで理不尽な命令に耐えられますか。2022年6月、アメリカテキサス州オースティン。深夜、とある豪邸の前で一人の女性が叫んでいました。お願い、中に入れて。ダメよ、稼ぎがノルマに足りてないのよ。豪邸の中から女性を怒鳴りつけたのは家主のカット・トーレス。フォロワー100万人以上を集めるスピリチュアル系のインフルエンサーでした。貧困や虐待を克服した経験をもとにトラウマを抱える女性たちに救いの言葉を投げかけていたカット。玄関前の女性を怒鳴りつける姿は普段の彼女とはあまりにも違って見えました。そもそもカットとその女性はどのような関係なのか、ノルマとは何なのか。実はカットは自身のフォロワーを監禁し売春させていたのです。フォロワーを監禁し売春を命じていたインフルエンサー。彼女はどのように女性たちを支配し、逃げられないような状態に追い込んだのか。女性たちに向けられた救いの言葉は、彼女たちを縛る鎖に変わっていったんです。おそすけんちゃんです。いやみやみこんです。私最近さ、ハマってるアニメがあってさ、なんだろう。ネットフリックスであかね話って聞いたことない？あかね話。話し家さんとかって言ってさ、口編に新しい、そう、落語の話なのよ、実はあかね話って。で、落語ってすごい面白い世界だなと思って、なぜかっていうとさ、今の時代ね、一回でも失敗したらさ、SNS 上ですっごい叩かれて、息苦しい時代じゃん。全部を許すべきとは私は思わないけど、失敗をみんなで叩くって息苦しいじゃない。でも落語の世界って人間の欲求みたいなもので失敗してオチがありましたっていう話だから、人を許せるようになんか楽になるような話なんだなと思って、私一回も落語聞きに行ったことないんだけどさ、よく私たち行ってた新宿3丁目末広亭ってあるのよ。なんか聞いたことあるな。今度一緒に行かない？落語？行く気ないじゃないまずはみんなもちょっとあかね話見てみて。今回はアメリカテキサス州で起きた監禁事件をご紹介します。これ本当に恐ろしいんですけど、100万人以上のフォロワーを抱えるね、インフルエンサーが複数人のファンを自宅で監禁していたというね、本当におぞましい事件なんです。怖ー。なんかインフルエンサーが起こした事件ってさ、アルゴメトリでも何回か取り上げたけど、ここまでなんか気味悪い事件は初めてね。これどうやって誘い出して監禁まで持っていったのか、今回はその支配の構造について深掘りしていければと思います。インフルエンサーから誘いを受け、彼女の元で働き始めた一人のフォロワー。そこにあったのは SNS の華やかな姿とは全く違うものだったんだよ。支配者の誕生。2019年8月、アメリカ・ニューヨーク。早く起きな、シャワー浴びるわよ。アパートの一室に響いたけたたましい怒声。猫の糞尿の匂いが染みついたソファーで眠っていた女性アナは慌てて身を起こします。彼女はほとんど眠っておらず、ふらつきながら自分を呼ぶ雇い主の後をついていきました。雇い主の名はカット・トーレス。彼女は一人でいることが嫌いなため、アナはシャワー中もバスルームで話し相手をしなければならなかったのです。数週間前、この家で住み込みの家政婦を始めたアナ。雇い主のカットは彼女にとって憧れの存在でした。アナは恵まれない幼少期と DV 被害によってトラウマを抱えていた女性。そんな日々の中で出会ったのが、カットの SNS に載せられていたトラウマを乗り越え自分で成功をつかんだという言葉でした。アナは華やかなカットの姿と SNS で語られる彼女の生き様に夢中に。そして当時は全く気づいていなかったのです。自分が憧れていたその女の本当の姿に。多くのフォロワーを支配するその女はいかにしてその地位を作り上げたのでしょうか。時は18年ほど前まで遡り、ブラジル・パラー州で開かれたモデルのオーディション会場に金髪で背が高く美しい少女の姿がありました。カット・トーレス、12歳です。当時12歳のカットはその美貌からオーディションを受けるよう勧められ会場へやってきました。異様だったのは彼女が自宅から何時間もかけて歩いてきたこと。カットは町から遠い貧困コミュニティで暮らしていたのです。父親はアルコール依存症で定職がなく暴力的。その環境で育ったカットは両親からのネグレクトや家に出入りしていた男たちの性的暴行にもさらされていました。その劣悪な環境を抜け出すため彼女はオーディションに挑戦したのです。そしてカットにはモデルの才能がありました。15歳でリオデジャネイロに移り住むと活動にいよいよ本腰を入れ、18歳の頃には国際的なモデルエージェンシーからの声掛けが。
こうしてモデルの世界で活躍するようになったカットの姿は困難を乗り越えた強い女性として見られるようになっていったのです。そしてこの後、彼女はさらなる転機となる騒動を自ら起こします。24歳を迎えた2013年5月、カットはある1枚の写真をメディアにリークしました。それは彼女が俳優のレオナルド・ディカプリオと一緒にいるところが収められたもの。私たちは特別な関係だけど、制約があって詳しくは話せないの。カットのその発言に世間は沸き立ちますが、数日後ディカプリオ側は彼女との交際を完全に否定。するとカットは一切悪びれることなくこう言ったのです。全部私が作り上げた嘘よ。カットは積極的にセレブのパーティーに出入りしており、その写真もたまたまディカプリオの近くに居合わせた時のもので、二人は親密でも何でもありません。そしてそのあっけらかんとした振る舞いを世間はバッシングするどころか面白がりました。人気者となったカットには仕事が増え、アメリカへの移住ビザを手に入れた彼女はニューヨークで優雅な暮らしを送るようになるのです。カットはこの体験からどんな手段を使ってでもね、注目を集めれれば勝ちみたいなね、考えに至ったんです。その考えはニューヨークでの生活でも現れていたんです。ニューヨークに移り住んだカットは俳優兼演出家のルーザー・トワースキーという男性とルームシェアしていました。ここで彼女の暮らしぶりにルーザーは違和感を覚えるのです。カットは高価なブランド服やバッグを大量に持ち SNS でそれをひけらかしていました。さらに彼女とルーザーが暮らしているのはニューヨークでも家賃の高い高級アパート。いくらモデルだと言ってもそんな金どこから湧いてくるんだ。カットは確かにこの時もモデルとして活動していました。しかしニューヨークで豪遊できるほどのトップモデルとは言えず、お金の使い方が収入に見合っていないように思えたのです。そしてルーザーはある時、カットの収入源にまつわる奇妙な体験をします。カット宛ての郵便を彼が受け取った際、その封筒には不自然なほど大量の現金が詰められていたのです。ルーザーは察しました。カットがパパ活で生計を立てていることを。送られてきた現金は彼女が性的な関係を持った男性からのものに思えました。しかしその贅沢な生活も長くは続きません。それはニューヨークで暮らし始めて2年が経った頃、カットが壊死性筋膜炎を発症したため。これは病気でパパ活ができなくなったってこと？ルームメイトの証言なんで断定はできないんですけど、おそらくそうなんです。ここで本日のメトラキーワード、壊死性筋膜炎について。壊死性筋膜炎とは、皮膚の下にある筋膜を中心に細菌感染が広がり、組織が急速に壊死していく感染症。進行が早いことから人食いバクテリアと呼ばれることもあります。切り傷や虫刺され、注射、火傷などの小さな傷をきっかけに発症することがあり、悪化すると敗血症など命に関わる状態に陥ることも。壊死性筋膜炎の初期症状は強い痛みや腫れ、発熱など、短時間で重症化することもあるため抗菌薬だけでは追いつかず、壊死した組織を切除する処置が必要になる場合もあるのです。壊死性筋膜炎を発症したカットは乳房の一部を切除、再建する手術を余儀なくされました。そしてルームメイトのルーザーは、この頃から彼女の周囲の男性の影が消えたと語っています。乳房の手術を受けたことで、カットに性的な興味を失った男性たちは彼女のそばから離れていってしまったようでした。こうして経済的にも精神的にも追い詰められていったカットは逃げるようにロサンゼルスへ移住。そしてそこで彼女はまた新たな転機を迎えるのです。それはセレブたちが主催するアヤワスカの儀式と出会ったこと。アヤワスカとは強力な幻覚作用を持つ植物茶。絶望の淵にいたカットはこの儀式に深くのめり込みました。するとある時からこんなことを言い始めたのです。聞こえるようになったの。神やエイリアンの声が。2017年28歳を迎えたカットはトランス状態で執筆した自伝を出版。スピリチュアルライフコーチを名乗り活動を開始します。インスタで情報発信をし、フォロワーは100万人を突破。心に傷を抱える若い女性たちから支持された彼女はオンラインコンサルを開始し、モデルから一転してその世界で名を馳せていくのです。そしてカットに憧れコンサルを受けていたのが、後に家政婦となるアナでした。幼少期の家庭環境や DV 被害のトラウマを抱える彼女にとって、困難を克服し成功者となったカットは救世主のような存在。アナは彼女から仕事に誘われ胸を弾ませながらニューヨークのアパートへ向かったのです。するとそこで待っていたのは、カットが表で見せている華やかな姿とは真逆のゴミや猫の糞尿まみれの不潔な部屋。カットは極度の依存体質で、一人では皿に食事を盛ることもできません。彼女は家事の全てを押し付けられる相手として、自分に
に浸水していたフォロワーのアナを誘い出したのです。アナは24時間体制でカットの要求に従いました。約束されていた月$2000の給料も一度も支払われなかったといいます。こうして3ヶ月の奴隷生活の後、アナはボーイフレンドの助けを借りてカットの元から逃げ出したのです。これアナが逃げられてよかったけどさ、これ SNS で見せてる姿と真逆すぎて怖いわよね。その当時のね、カットはもう家賃も払えないほど困窮していて、高級ホテルにね、わざわざ行っては写真だけ撮って泊まらずに帰っていたんです。そして彼女に騙されたフォロワーはアナだけにはとどまらないんです。魔女のクラン。アナが逃げ出した後もカットはオンラインコンサルを続けました。コンサル代は高額な額になっていましたが、彼女の経歴を信じて救いを求める人は多く、信者は増え続けていたのです。そして2022年、カットは21歳の青年ザック・メイキンと結婚し、テキサス州の巨大な豪邸で暮らし始めます。彼女はその豪邸に2人の信者を呼び寄せました。今日からここは魔女のクランよ。カットの発言は傍から見れば意味不明ですが、信者たちは満足げでした。異様だったのは彼女たちがカットと同じプラチナブロンドに染め同じようなメイクをし、まるでクローンのようになっていること。それもカットに命じられてのことでしたが、2人が抵抗を感じることはありません。豪邸に集まった信者2人は特別な仲間に選ばれたと心の底から喜んでいたのです。カットから毎日死ぬことばかり考えてしまうと助けを求められ、夫と離婚してまでそこへやってきたデジレ・フレイタス。住み込みのベビーシッターとして働いていたものの、ホストファミリーとの関係に悩んでいたところ、あなたを救うと言われやってきたレティシア・マイヤ。呼び出された事情はそれぞれ違いましたが、2人は憧れていたカットに必要とされたり、救いの言葉をかけられたりしながらそこへ集まっていたのです。カットは安全のためなどと理由をつけ、女性たちからパスポートを没収。スマホも取り上げ、家族や友人を全員ブロックさせました。これさ、外部との接触を叩いてると思うんだけど、被害者はこの状況に異常だって気づかないぐらいカットに憧れてたってことなの？いや、そうなんですよ。そしてここからカットはさらに女性たちが絶対に逃げ出せない状態へ追い込んでいくんです。カットの豪邸で女性たちを待っていたのは、彼女たちが求めていた救いとは真逆の暮らしでした。女性同士が言葉を交わすことは一切禁止。許可がなければ部屋を出ることも許されず、トイレにすら自由には行けません。ここでようやく女性たちはおかしいと気づきますが、逃げ出すことは不可能でした。その理由はカットの夫ザックの存在。銃の扱いには自信があるんだ。彼はことあるごとにそう語り、家中の至るところに拳銃を置いていました。逃げたら殺される。そう、ザックの拳銃は女性たちにとって無言の圧力となっていたのです。さらにその逃げ場のない恐怖の中、カットはエイリアン風呂と名付けた儀式を強要。薄暗いバスルームの中、冷たい水が張られた浴槽の底にはカミソリの刃や不気味な玩具が。そこで強力な幻覚作用のあるアヤバスカを飲まされた女性たちは、意識を朦朧とさせた状態で浴槽に沈められるのです。想像して、あなたは男たちからお金を巻き上げて私に捧げるの。意識が遠のく中、カットは女性たちの耳元で執拗にそう繰り返します。こうして女性たちはいつしかカットの元を逃げ出そうという思考すら失ってしまうのです。もうなんかこれ洗脳っていうか拷問に近い気がしてきたわよ。これ被害者が正気を失っちゃうのも無理ないっすよ。そしてデジレとレティシアは一人目の被害者アナよりさらに過酷な労働を強制されるんです。言いなりの2人。カットはデジレとレティシアにストリップクラブで週7日、1日15時間以上にも及ぶ労働を強制しました。ノルマを達成できなかった日には豪邸から締め出されることも。さらにカットは2人が絶対に逃げ出さないよう釘を刺します。あなたたちがビザなしでクラブで働けるように私がどれだけ魔術を使ったと思ってるの。航空券や家具の代金を返さないなら永遠に呪いをかけるわ。エイリアン風呂の儀式によって洗脳状態にあった2人は呪いの言葉に怯え、ただ従うしかありませんでした。そして2人は2ヶ月で数百万円をカットに渡しましたが、彼女の強欲はまだ満たされません。そこでカットはデジレとレティシアに新たな提案をします。その提案とは売春でした。クラブで15時間かけて稼ぐ額なんて男と1時間過ごすだけで簡単に手に入るわ。デジレはそれまでどんな要求にも耐えてきましたが、この時ばかりは激しく拒絶。するとカットは翌日デジレを射撃場に連れて行き、夫のザックが標的を撃ち抜く様子を間近で見せつけました。言うことを聞かないと殺される。
こうして売春斡旋のためのエスコートサイトにデジレとレティシアのプロフィールを載せたカットは2人に日夜売春を命じたのです。一度こうやって甘い汁を吸ってしまうとさ、歯止めが効かなくなってもっともっとって求めるものよね。被害者への欲求がどんどん大きくなっていくのが本当恐ろしいわよ。月数百万をね、搾取してもね、懲りずにね、さらにこう、絞り取っていこうっていうのが本当に恐ろしいです。そして家族や友人が捜索に乗り出しても、洗脳された状態の2人は、それを拒否するんです。2022年9月、数ヶ月も連絡が途絶えたことを不審に思った2人の家族と友人は、インスタで大規模な捜索キャンペーンを展開。このキャンペーンが注目され、危機感を抱いたカットは、デジレとレティシアに SNS への弁明動画の投稿を命じます。動画に映し出されたのは、髪をプラチナブロンドに染め上げられ、目の下にクマを刻んだ2人の姿。私たちは無事だから探すのは今すぐやめて。私が家族から逃げたのは15歳まで父から性的暴行を受けてたからよ。2人はカットによって嘘の告発までさせられ、ひたすらに攻撃的な口調でまくし立てました。さらにレティシアはカットこそが世界を救う唯一の存在だと陰謀論のような話までし始めます。しかしカットの思惑とは裏腹に異様な様子の2人を映したこの動画は世間の不信感に拍車をかけました。同じ頃売春サイトでデジレとレティシアのプロフィールが発見され、彼女たちが洗脳を搾取されているという疑惑が強まっていったのです。パニックに陥ったカットは女性たちを連れカナダ国境付近のメイン州まで3000キロ以上も逃亡。そしてカットがテキサスを去ってからしばらく経ち、メイン州フランクリン郡の警察官は彼女にビデオ通話をかけていた。国土安全保障省からカットが近くにいると情報が入ったためだった。そしてそれは通話がつながった直後のこと。相手は刑事よ、気をつけなさい。電話の向こうから聞こえたのは確かにカットの声だったが、彼女は電話がつながっていることに気づいていない。その言葉は警察ではなく、車に同乗している女性2人に向けたものだった。そして警察に聞かれているとも知らぬままカットは続ける。余計なことを喋ったら車から切り出すからね。警察はこの時の通話を録音。これはデジレとレティシエが恐怖で支配されていることを示す決定的な証拠となりました。警察は彼女たちに対面の安否確認を求め、保安官事務所へ訪れたところを保護。カットはブラジルへ送還され、連邦警察に逮捕されます。2024年6月28日、裁判所はカットが性的搾取を目的としてデジレを誘い込み、奴隷のような状態に置いたとして、懲役8年の判決を下しました。なお彼女はレティシアの件についても別途起訴されており、その他20人以上の被害女性に対する余罪の捜査が進められています。自分に憧れた女性を巧みに誘い出し、奴隷化して私利私欲を満たしていたカット。幼少期に貧困や虐待に苦しんだ彼女の何をしてでも成り上がるという野心の暴走が今回の事件につながってしまったのかもしれません。犯罪の規模は違ってもカットのように優しさを装って近づいてくる犯罪者は後を絶ちません。もしあなたが苦しい時に誰かから手を差し伸べられたら、その優しさを疑うことはできますか？いつもね、皆さんご視聴ありがとうございます。というわけでちょっとね、今回ね、ある募集をかけたいと思いね、ちょっと動画を撮らせていただいてるんですけど、この度ね、私、ケンちゃんの方で、付き人、もしくは秘書、両方ね、ポジションとしてね、ちょっとやれる方をね、募集してます。で、基本的には、秘書とか付き人ね、経験者じゃなくても OK です。僕が一番大事にしてるのは、もう僕が教えれること全部教えます。その、マーケティングとか、業務としては雑務もあると思うんですけど、ほんとスケジュール調整とか、いろんなことあると思うんですけど、僕が持ってるスキルはもう全部お伝えするんで、もうどっちかというとね、成長意欲だったり、一番大事に思ってるのは、もうこいつを支えたいなって思える方、もうこいつが成長するとこ見たいなみたいな、そういう方、男女問わず募集してるんで、もうそんぐらいやる気がある方、僕としてもめっちゃ大事なポジションなんですよ。つまり僕が動けない時にやってもらいたい仕事もあるし、普段僕が今やってるようなことを任せたいなっていうポジションでもあるし、結構僕のいろんなね、情報とかを渡さないといけないんで、そういう責任感を持ってね、やってくれる方。だからなんとなく楽しそうだなみたいな人は難しいかなと思うんで、自分の中で未経験なんだけどちゃんとこう成長したい、もしくは経験者でこういう価値提供できますっていう方はね、ぜひね応募していただければと思いますし、時間だったりとか報酬っていうところはね、できるだけ希望に添えるようにねしますんで、僕は僕で何かそうやって提供できるようにしますし、それでこう一緒にね、チャンネルも含めて会社も含めてね、一緒に成長できるようなところをね見たいなって、自分の力で支えたいなっていうね、そういう方はね、ぜひね固定コメント、そして概要欄のね応募フォームからね応募していただければと思います。それぐらい僕ね真剣に募集してるんで、ぜひねやる気ある方ご応募いただければと思います。ありがとうございました。